基本政策をホームページでっておっしゃっていたじゃないですか、NHK 党として。でそこに具体的にその皇室についての記載がないかったので電話をさせてもらったんですけど、書かれていないものは特に政策として取り組むことは今のところ考えていらっしゃらないっていうことですよね。皇室に関してですね、はい、国会で、法案決議、議論はありますけれども、法案等の、話というのは、現在ほとんど、そうですね、皇室典範の改正等もほとんど行われてませんので、そういったときに浜田がどのような投票行動を取るかというのは、浜田の主張をご覧にいただくのが一番かとは思いますね。でも基本的に浜田議員って NHK 党に属しているので、基本 NHK 党の基本政策にのっとって活動されていますよね。はい。ですよね。ってことは、今、お一人しか見えないのかな、実際。国会議員は一人だけですね。ですよね。そうなると、浜田さんの主張がイコール NHK 党の主張だということになるんですよね。絶対的にそういうわけではないですけれども、党首も特別、こういうことを触れるなですとか、こういうことを言えということをもう言ってませんので、その党の関係者、所属地方議員ですとか、いろんな、ご意見を持っている方がいるんですけれども、国政に関しての投票行動ですね。それは、主に浜田が判断することになりますので、党としての政策かと聞かれると難しい部分はありますけれど、ホームページに載っているようなですね、基本政策以外は、党としてこういうスタンスです、こういう、政策理念ですとか、そういう話ではないんですけれども、そういった国会の投票行動では、主に浜田が判断することになります。わかりました。で、もう一個、流れで聞きたいんですけど、基本政策の中に少数派の意見を大切にするっていうところを一つ掲げてらっしゃると思うんです。NHK 党として。で、その中で、いくつかの政治団体と、提携して活動されているところも実際あるじゃないですか。で、その一つに、後期2700年党っていう高知の政治団体の方と絡んでいらっしゃると思うんですけど、一緒にやるってことは、ある程度そこの方針が一致しているので、じゃあ組んでやりましょうっていう認識でいいんですよね。それも少し違いますね。違うんですか。諸派党構想というのは、政見放送ですとか、他にも公選、ビラですとか、様々な政党助成金ですね、そういったふうに、諸派ですとか、無所属で出馬する際と、国政政党で出馬する際の待遇の違い、メディアの取り扱いもありますので、そういった部分を踏まえて、多くの人がですね、政治に参加しやすいように、立候補しやすいように、我々の党を公認与えますので、立候補してくださいということでやってますので、党として、そういった政策、政策協定ですとか、政策に賛同している、そういう、政策面でですね、立候補のプラットフォームとしての面に重きを置いてますので、そういった政策については、諸派党構想参加している政党、様々な主張ありますので、その全てに賛同していたりですとか、むしろ立花が賛同していない政策を掲げる政党であっても公認を与えておりますので、その少数派の部分ですね、意見を大切にすると言っていることは、要するにそういうことで、国政政党に挑戦する際に不当な扱いを受けないようにですね、協力しましょうということですね。それで、ですね、その立候補に関し、調べていただければですね、政党の代表、政治団体の代表、誰が務めているか分かると思いますので、そのものですね、そのものの、主に、100% ではないですけれども、NHK 党の関係者であれば、インターネットで主張している方が多いですので、
ツイッターですとか YouTube で、視聴してるかもしれませんので、もし気になった場合はですね、そちらを見ていただいて追っていただけるとよろしいかと思います。そうですね、今年の1月にですね、はい、大塚政調会長を会長としまして、安定的な皇位継承を考える会という会合を行っております。でですね、そちらでですね、諸般の事情や歴史的な観点もしっかりと踏まえながら、丁寧な議論を進めていきたいということで、まだ結論は出ておりません。それは継続しても行われてるんですか？そうですね。それって内容を何かホームページとかで見ることできますか？どういう内容はですね、すいません、非公開ですので、見ることは、できないんですけれども。ちなみにその基本方針に関してはいつぐらいまでに決めようというふうに動かれてるんですか？ですね、丁寧に議論を進めるということですので、適宜ですね、皇室の動き等も考慮して議論を進めていくということですので、いつまでに結論を出すとか、そういうことは一切決まっておりません。そうすると、今のところその結論が出ない以上は、それを掲げて何かを言うってことはないってことですね。想定はしておりません。ってことは、皇室問題に関しては静観する方向ってことですよね。そうです、そうです。その通りです。そういうのを選挙政策として、一環として訴えることは考えてないです。ちなみに選挙関係なく基本政策の中でそういったことはどのようにお考えになられているんですか？皇位継承については、皇室さまざまな皇位継承問題、皇室の今の国民が不信感を持っているとか、いろんな今問題があるじゃないですか。皇室一つ取ってみても、それに対して一政党としてそれをどういうふうに捉えてらっしゃるのかなと思って、それをお聞きしたかったんですけど。私たちとしては、今起きているさまざまな問題については、ちゃんと、まず皇族がちゃんと一人の人間として扱われるように、これまでは眞子さまの結婚もそうだったんですが、大変だったじゃないですか。まず一人の人間として尊重されるように扱っていただくことと、今、皇位継承の問題になっているのは結局男系じゃなきゃダメだって話じゃないですか。でも、それは当然ながら女系であろうとか女性であろうと、も関係なくそういう継承ができるようにするべきだと私たちは考えておりますよ。今話出されてましたけど、眞子さんの結婚に対してはあれは国民として認める方向で進めるべきだというふうに考えていらっしゃるところですか？ああいう形で国民が認める認めないではなく、もう結婚というのは個人間の問題ですので、国民が認める認めないは関係ないと思いますので。ただ皇族の方って少なくとも我々の税金で生活と公務をされてますよね。ってことは、ある程度そこの意向に従うっていうことも公人のして配慮は必要じゃないかなと思うんですけど。それは申し上げてしまいますと、国会議員も公務員も同じだと思いますよ。私たちも別に税金で給与を賄ってますので、税金で生活してるのに等しいじゃないですか。じゃあ逆に言うと、皇族の方は公務員とか国会議員と同じくくりで考えるべきだっていうのが正確に今の話ですと、要はあなたがおっしゃったことは、皇族は税金で生活をされてた話じゃないですか。僕はその税金で生活っていう視点で考えれば同じですよ。ですよね。その視点で考えればですよ。いいですか？ちょっと話させてもらってもいいですか？ですから、そういう観点でいくと、公務員だとか国会議員と同じように皇族の方にも同等の権利を認めるべきだっていう主張ですよね。というよりか、人間として当たり前のようにその権利を認めるべきですよ。ごめんなさいね、我々あくまでも事務局員ですので、お答えれる範囲っていうのはかなり限られてくるんですけども、ただ基本政策に関してはお話できますもんね、掲げてらっしゃる中では。それはもうホームページ見ていただければ一番分かりやすいと思うんですけど、でなかったので、そのあたりの出されてない情報に関してはどうなのかなと思って確認の電話なんですけど、出されてない情報に関しては基本的に我々の事務局員が語ることはできないです。それと党本部としてはそれはちょっとお答えできないですね。ってことはもうその辺はそれぞれの国会議員さんの考え方に任せているっていうことでしょうかね。それぞれ国会議員さんもマニフェストとかそれぞれ持ってますんで、マニフェストとか一人のそれぞれの政策っていうのを持ってますんでね。そうすると党としてはそれ以外のところは特に、決め事として決めてらっしゃらないってことですよね。
それもホームページの載ってる内容が全てですね。参院選もあるので、ちょっとどういう形で今、政党として取り組まれているのかっていうのが僕知りたかったんで、聞いてるだけなんですよ。ちょっとごめんなさい。その質問に関してはちょっとお答えできないですね。ってことは、さっき言った通り、ここの、議員さんに確認してねってことですよね。そういうことですね。はい。一番まとまったのがですね、はい。政策ということではないんですけども、はい。少し前に、はい。市委員長の名前でですね、はい。確か、記者会見はい。したものがあるんです。はい。で、その文書が一番詳しいと思うので、はい。一つ赤旗新聞にですね、はい。1月19日にはい。掲載をした、はい。小池書記局長、うちの党のはい。会見があるんです。はい。で、皇位継承問題はい。について述べているものがありまして、はい。今、天皇の、ね、皇位継承どうなるかというのもあったじゃないですか、いくつか問題が。はい、ありますねそ。れについて、公式に述べているものが一つあります。はい。まず女性天皇の問題というのはですね、はい。結論で言いますと、憲法に照らして、合理性があるとはい。いうことで、今まで男性ということで、はい。事実上の原則としてやられてたじゃないですか。はい。男性じゃないといけないということはなかったと思うんですけども、はい。ただ事実上男性に縛られていたと。うん。で、これについては、女性も認められるのではないかとはい。いうことで、国会、また有識者等の中でのはい。検討、議論をしていけばいいんじゃないかはい。ということを、その会見で言っています。うんうんうん党としては、女性もあり得るという立場で議論していくべきだというふうに言ってますね。その昨年やられた有識者会議ではですね、うん。はい。女性天皇については、見送られてますよね。検討されてなかったんですね。そうですね。そういうのもあって今回の記者会見になったというふうに思います。はい。一応共産党としての共通認識としてに私は受け止めてもいいんですか？今のこの議論した方がいいというのはですか？その女性天皇については今回前回議論されてないので、そこは積極的に議論して進めるべきであるっていうのは、共産党としてのそうです。方針ということうちの立場ですね。女女性天皇というのも、はい、排除せずに議論するべきだと。党としてはですね、はい、天皇の制度っていうのはなんていうんですかね、ゆくゆく解消されていくものと、まあそう基本そうですよね。遠い先の話ですけども、時期は持ってないです。なんていうか積極的に今の制度をなくせっていうことは当然言ってないんです。はい。憲法の基本的人権というものの実施っていう観点からですね、はい、天皇の制度っていうのは象徴性ですけども、はい、矛盾があるんじゃないかというのが考えではあるんですけども、はい、当然今の憲法で天皇制度が書かれているわけですから、そうですね。党としては憲法を守る立場で天皇制というのも憲法に書かれていれば守り続けると。それで、国民の中でですね、さらに先の話ですけども、はい、天皇の制度っていうのがやっぱり、次の新しい憲法との関係で、なくした方がいいんじゃないかとなれば、当然なくなっていくものであると思うんですけども、起こっている具体的な問題というのがちょっとないので、抽象的な話になるかもしれないんですけども、どうぞ。天皇の制度ってそのものは、国民の、なんていうんですかね、国民の上にあるものじゃないと言いますか、当然。天皇が、の制度っていうのは、はい、国民はもうなんか黙ってないといけないんだっていうものでは当然ありませんので、はい、国民の中でいくつかこれおかしいんじゃないのと、はい、皇室典範であり、天皇の、待遇であったり、さまざまなおかしな問題があるんじゃないのっていうものについては、国民が話し合って変えていくことは当然可能だし、はい、そうしていかなければいけないと思ってます。それについては私ちょっと受付なんでですね、私の知ってる限りでは特には見解を出してないと思うんですが、ホームページに掲げているものが全てだという認識でいいですよね。基本的にそこを中心にやるということですよね。はい、他のことで
お問い合わせ、政策担当の方にお問い合わせとかでですね、はい、載ってないことは伝えていただければ、いろいろとその中で今後検討していったり、すべての問題をすべてまた小さな制度なのでやれませんのでね、はい、そういういろんな載ってないことの問題提起とかは受け付けながらこちらで検討したりはしてるみたいですけども、優先順位ありますもんね、当然。そうですね、そういう意味では今私たちがこうやるべきことはということで、はい、そういう主にホームページに出しているのはそういうことですね。優先順位のことを計算して今急いで取り組むべきな重要な問題ということで、私たちは、ホームページに出しているわけですよね。そうですよね。政策になじまないですからね、公約等にはそんなことは表現はないと思いますけども、特にそういう表立って、文章にしてやっていくことはないと思いますけども、当然、保守党ですから、皇室を重んじていくというのは、誰もが思っていると思います。ですから、今回の、あれですよね、男子男系の話とかですね、かなりそちらの方だと思いますが、女性天皇と、女系天皇はですね、認めないとか、そっちの議論はありますけども、いわゆるそうしますという、党としての政策になじむものじゃないもんですから。先ほどから党の政策になじまないとおっしゃっているんで、ちょっとピンとこないんですけど、その表現が。どういうことですか？いやいや、こうすると、ああするとかっていう、その公約に書いたことはあんまり記憶ないんですよね、出たことが。皇室典範を皇族のために変えますとかっていうことはやったことないと思います。女性天皇は認める方針なんですか？女性天皇は、ですから党として議論してそうだっていうことをしたことはないと思いますけども、少なくとも女系天皇は認めない、多数決取って党の政策として認めないというふうにしたことはないというのが何回も申し上げている通りなんですが、で、議論の経緯なり、あれを見ると、女性天皇は、いいとしてもですね、でも女系天皇に流れる可能性があるんで、やっぱり男系男子の今、皇室典範に書いてある通りだというのが基本筋だと思いますけど、皇室典範の改正が必要ならば、そういう議論が党に来るということだと思いますけど。そうか。それまでは党として何も議論できないよ、しないよってことですよね。特に、それが変な方向のような政府諮問機関が出ればですね、問題視して党から議論するみたいなことはあったかもしれないんですけど、それなりの方向で進んでますんでね。いや、ですから政党としては、今申し上げた通りですよ、皇室を守る立場だし、男系、男子の天皇の血筋をずっと何千年つながってですね、そういうものを重んじていくというのが我が党の考えだと思います。でもそうすると言って、文書にして公約に入れるとは限らないと思いますけどね。今回のあれですか、やっぱりそういういわゆるお金もらわないで、なんて言いましたっけ、彼は。お金問題結婚して、要するに、悪い言葉では駆け落ち的に結婚したみたいな話ですよね。それもありますし、眞子さん自身も会見で、一部の方のへの感謝はされましたけど、国民全員に対しての感謝ってされてないわけじゃないですか、会見でも。そういったものとかがやっぱり皇室として皇族としてどうなのかなって私は思うんですよね。だから逆に言うとそういったことをきちっと国民の立場で考えていただける方に私は政治家になっていただきたいと思うので、今こういった話を聞いて回ってるんですよね。でその辺がどうなのかなと思いまして、でその辺は別にもう問題視されてないよっていうんだったらそれで別にお伺いできればそれでいいので、それは自民党として問題にはこれはこういう問題でこうである、党として党の見解としてはこうですというようなまとめた文書はないですから、ですから私の個人的な感覚しかないと思いますけども、そうするとそんな恐れ多くてそんなの普通の平和の会議で議論しませんからね。普通だったら普通の家庭だってお父さんお母さんですね、親の許しを得てなるべきだし、
ましてや天皇家なんですから、国民の祝福されるような形でやるのが望ましいと思ったけれども、ご本人がこの今の時代ですね、あそこまで意思を鮮明にやれるんだったらということで、今みたいになったんじゃないでしょうかね。よくわかります。それはけしからんと言って、党が騒ぐ問題ではないと思いますけども、と思いますけどね。ですから、その平場で、今回のこの件に関してはこうだ、こうすべきだと言って、党で決めてどうのこうのと、そんなことは一切やらなかったですよね。あとはもう個々の議員さんの判断ってことですね。そうですね。申し訳ございません。はい、今私がですね、はい、党として、どういう考え方をして、持っているかというのは、ちょっとお答えできないんですよね。今度の参議院選挙にはですね、はい、公約の中に、はい、そういった皇室の問題についても、皇位継承の問題についても話させていただこうと思って、盛り込ませていただこうとは思ってます。はい。いや、党で皇位継承に関する検討委員会というふうに、代表直轄のに、設置をしていますので、はい。どういった議論でどう進めているのかっていうのは、ちょっとすいません、今すぐこちらでは分かりかねるんですが、はい、選挙前にはお示しできると思います。微妙な日本の国体みたいなものに関わってくることなので、はい、軽々しくやっぱり言えないと思うんですけども、だから基本的に皇位継承については問題されているけど、皇族としての今回の結婚問題も含めたあり方っていうのには特に問題視はされていないということですよね。問題視をしていないというよりも、それは皇族の皆さんがまずは考えることであり、逆に有識者会議の方々がある一定の方向を出すのが本来の筋だということです。それを担わないで、党がああだこうだとか、そういったような話を今出すべき状況では僕はないと思いますけどね。それに関しては特に明確な何かがあるわけじゃないということですね、公明党として。ないですね。わかりました。それだけ。ということでね、今日政党9団体全部に電話をしました。聞いた内容は、今の皇室問題、眞子さんの結婚ですとか、秋篠宮様のさまざまな疑惑、それに対して国民の非難が集まっていること、当然皇位継承問題、皇室典範の改正、これらのことをそれぞれの政党にどう考えているのか、どのように取り組んでいくのか。7月に参議院選がありますので、それの参考にしたいのでということで話を伺いました。結果ひどい本当にひどい。特に公明党と社会民主党ひどい。今回それぞれの党がどう考えているかという視点で動画をまとめているので、なかなかそのひどさっていうのは伝わらないと思うんで、それぞれの政党と私がどういうやり取りをしたのか改めて動画にして上げていきたいなと思います。なのでそちらもぜひご覧いただいて、7月の参議院選の参考にしていただけたらなというふうに思っております。本日は以上です。今回ね、初めて動画見られる方で、まだチャンネル登録がまだな方はぜひチャンネル登録お願いします。あと忘れないうちに高評価もお願いします。このように私、令和皇室と日本の未来を守る会という代表も務めておりまして、皇室の様々な問題に対して抗議活動を行っております。本当にこのままいくと皇室の存続が難しくなる日本の未来が来るかもしれません。それを防ぐために私も精一杯抗議活動、YouTube、様々な活動を行っていきます。ぜひ一緒に頑張っていけたらなと思っております。それではまたの動画でお会いしましょう。バイバイ。